皆さんおはようございます。8月中旬、時刻は朝5時半。真夏の中国四国ツーリングの始まりです。1日目の今日はここ金沢から高速を乗り継ぎ徳島を目指します。距離は約460キロ。このツーリングで一番長い予定です。早くもここでバイクに異変が。チェーンに何かが噛んだような音がしたんですよね。出発早々ですがバイパスを降りて様子を見ます。完全にやらかしました。シートバッグを固定するための紐が完全に切れてます。降りて確認します。本来ならこの紐の先端に留め具がついているはずなのですが完全にちぎれてます。はい、完全に固定し忘れてますね。予備があるのでとりあえずなんとかなりそうです。高速に乗る前に気づけたこと、チェーンに異常がないことは不幸中の幸いでした。シートバッグをしっかり固定し気を取り直して再び出発。県南部の加賀インターチェンジを目指します。ひたすら道なりに走ることを約1時間。加賀インターチェンジ手前のガソリンスタンドで給油です。ちゃんと触ります。給油を済ませいざ高速道路へ。今更ではありますが天気が良くて本当に良かったです。加賀 IC から北陸道へ。ゲートをくぐり福井方面に進みます。分かってはいても開くかどうか毎回ドキドキしてしまいます。一度だけ休憩を挟みながら南へ歩みを進めることおよそ2時間。交通の要衝米原に入ります。とここでまたしてもトラブルが。カメラの位置がずれるなぁと思っていたのですが高速走行でカメラのマウントのネジが緩んだだけだと思っていました。しかし次第にとんでもなくずれてきたので急いで止まります。ヘルメットを外してびっくり。固定用の両面テープがダメになってます。どうやらヘルメットの凹凸に合わせるために使った家の両面テープが良くなかったみたいです。マウントについていた予備の両面テープでなんとかくっつけました。とりあえずしばらくはこれで行くしかない。今日の宿までなんとか持ってほしい。そう願いながら出発します。しばらく進み燃料が残り2メモリになったため草津 PA に
カメラのマウントの方はなんとかなりそうです。燃料も満タンでさあ出発。このまま高速で神戸方面まで行く予定でしたが、渋滞のためルート変更。瀬田東 IC で降りて京滋バイパスに向かいます。しばらく滋賀県南部の町中を走り、ここからは京滋バイパス。ここら辺はとにかく暑いですね。滋賀県を抜け京都府に入りました。ようやく関西に入ったという実感が湧きます。お盆だからか渋滞が多いですね。やっとのことで渋滞を抜け、大阪方面に進んでいきます。大阪に入ったと思ったのもつかの間、兵庫県に入ります。しかしまたもや渋滞のため一旦神戸市内に出ることに。ちょうど良かったので近くのダイエーで買い物をします。帽子を持ってくるのを忘れたので欲しかったのと、先ほどのカメラのマウントをしっかり固定するための接着剤を買いに来ました。無事買い物を終え、店内で休憩がてら地図を見ていると、前から行きたかった場所がここから15分ほどのところにあったので、急遽行ってみることに。15分ほどバイクを走らせ、やってきたのは JR 甲子園口近くの商店街。この先に目的地があります。来たかったのはここヌーベル甲子園口。有名建築家安藤忠雄氏の建築であり、階段が入り組んだ迷路のような構造になっています。対岸のフロア同士が互い違いになっていて、それをたくさんの階段でつないでいるといった感じでしょうか。テナントのお店はどこも夜開店で、訪れた時には閉まっていました。とても綺麗で見応えがありました。見学を終え、お昼は甲子園口前のうどん屋へ。時刻は14時過ぎ、徳島を目指し再出発です。美味しいうどんのおかげで午後からも頑張れそうです。芦屋から阪神高速に乗り、須磨料金所を通過して淡路島を目指します。またもやゲートを通り、長いトンネルを走ること数分。見えてきました、世界最長の吊り橋、明石海峡大橋。ここを走るのが今日の楽しみの一つだったので、テンションが上がってしまいます。初めて来ましたが、あまりにも壮観で感動しました。横風がとんでもなく強いですが、それを忘れさせるほどの絶景。いい天気も相まって本当に気持ちよかったです。
明石海峡大橋を通過し淡路島へ上陸。休憩には早いですが、もう一度橋を見たくて淡路エスエへ。あの観覧車からの景色もきっと抜群でしょう。長蛇の列のスタバを横目に橋が見えてきました。さっきまで自分がそこをバイクで走っていたと思うと感慨深いです。名残惜しいですが、今日の目的地はまだあるため早々と出発。次の目的地は淡路島を抜けた先、徳島県大塚国際美術館です。時間があれば淡路島にずっといたいくらいですが、今回はほぼ素通りです。走ること約30分。見えてきたのは淡路島と四国を結ぶ大鳴門橋です。ここは渦潮で有名ですが、橋の下を覗くと少しですが見ることができたので、なかなか運が良かったです。四国に上陸し、鳴門北で降ります。綺麗な海を横目に走ること数分。カーブを抜けた先に大塚国際美術館があります。話には聞いていましたが、本当に山をくり抜いて作った美術館なんですね。いくつか駐車場がありますが、今回は美術館の少し先にある P1 駐車場に停めます。閉館が17時で今が16時前なので、急いで送迎バスに乗り込み向かいます。美術館に入るとすぐにこの美術館の顔である礼拝堂の展示があり、フロアごとに古代から現代の西洋美術の東版名画が展示されています。鑑賞ルートは約4キロもあるため、1時間ではなかなかゆっくり見ることは難しかったです。美術館を見た後は近くの温泉へ。いいお湯でした。ありがとうございました。こちらの温泉、露天風呂から橋底を見ることができるという面白いところだったので、皆さんもぜひ。長距離運転の疲れも取れたところで夕食を探しながら、今日の宿徳島市内の快活クラブに向かいます。この旅は全て快活クラブに泊まる予定なのですが、日程の自由が利くように予約はしていません。なので空いているかは確認するまでわからないというスリルをこれから4日間味わうことになります。その後、徳島ラーメンの店を何軒か回りますが混んでいて入れず、快活クラブの近く松屋の牛焼肉定食になりました。美味しかったです。その後無事に快活クラブにチェックインし、今日の行程は終了。お疲れ様でした。